休みの日、気分転換に出かけようということになったので、お弁当を作って持っていきます。まずは、唐揚げ作り。鶏もも肉は余分な油を取り除き、大きめの一口大に切ります。細かく刻んで冷凍してあるニンニク、生姜、料理酒、みりん、白だし、醤油を加えて揉み込んで置いておきます。カフェオレを飲みながら今日はゆっくり作ります。庭のきゅうりを海苔巻き用に切って冷蔵庫に入れておきます。ブロッコリー、洗って水につけておきます。庭のスナップエンドウはそろそろ終わりです。今日は自分が食べたいものを作ろう。和食が好きなので煮物用に椎茸と人参を用意します。花の型で抜きました。丸く切り込みを入れます。ブロッコリーとスナップエンドウはさっと2分くらい塩茹でにします。前日の夜に味噌とみりんを混ぜてタラに塗っておきました。味噌は焦げやすいのでさっと拭ってから焼きます。水 500cc、 白だし大さじ2、みりん大さじ1、醤油小さじ1、砂糖小さじ1/2を鍋に入れて、人参と椎茸を煮ます。卵に白だし、みりん、砂糖を少々混ぜて、海苔巻き用に小さめの卵焼きを作ります。サラダ巻きを作ろう。サラダ巻き、美味しいよね。最近、涼しい日が続いて、ママは元気が回復しました。夏バテだったのかもしれないね。皆様も夏バテには気をつけてね。卵焼きが焼けたら、残った卵液で薄焼き卵を焼きます。煮物に高野豆腐を加えます。スポンジみたいな食感が苦手で、ママは大人になっても食べられなかったのに、突然毎日食べたいくらい大好きになった高野豆腐。こんなに美味しいのに苦手だったことが不思議です。さあ、鶏肉に片栗粉をまぶして揚げます。美味しそうに揚がりました。よし、おかずは完成。海苔巻き用のご飯に簡単酢を混ぜます。小さなおにぎり用に一つは桜でんぶ。もう一つは大葉と梅干し。いりごまを混ぜました。
花の形のおにぎり型に詰めます。中に梅干しを入れよう。こういう小さいおにぎりが大好き。食べやすいし、見た目もかわいいね。このおにぎり型はセリアで買いました。この花の形と花びら型の2個セットです。詰めたご飯をきれいに押し出せるので使いやすい。おにぎり完成。あとはサラダ巻きを作るだけ。3COINS で買ったハートの海苔巻き型を使ってみようかな。初めてで作り方がわからない。とりあえず海苔をひいて酢飯を詰めます。レタス、ツナマヨ。なんだかどんどん海苔がボロボロになっている気がするね。ほんとだ。破れちゃったね。きゅうりと卵、カニカマも入れたら、酢飯をのせて、なぜかボロボロになってしまった海苔をかぶせ、上から型をはめはまらない。ご飯と具材を入れすぎちゃったんだね。もしかして海苔巻きぐちゃぐちゃになったかも。力任せに押しつぶしていたね。不安だね。とりあえず卵と大葉、ハムをくるくる巻いて落ち着きを取り戻したら切ってみます。これちゃんと下まで切れているのかな？どうなんだろう。おー、ちゃんとできてた。よかったね。気楽に出かけたいので使い捨てのお弁当容器に詰めます。仕切りがあって詰めやすいのでパパッと詰めていきます。唐揚げが大きすぎたね。煮物の下に鰹節。水分を吸収してくれます。高野豆腐は念のためキッチンペーパーに一度のせて余分な水分を取ってから詰めます。この容器に詰めると幕の内弁当っぽくて楽しいね。平べったいからかちょっと豪華に見える。おにぎりの上に梅干しや残った卵を小さな花形で抜いてのせたよ。できました。わーい。それではお出かけしよう。ここは北海道美瑛町の青い池。本当に青いね。日光の差し方で青の色合いが変わります。到着した時の写真。帰る時の写真。全然違う青だね。池の奥に行ってみると流れている川の色も綺麗でした。この白ひげの滝などから流れ出るアルミニウムを含んだ地下水が混ざることで青色に見えると言われているそうです。この近くに不動の滝という森の中の滝もありますが、石仏が並び神聖な雰囲気だったので撮影はしませんでした。パパさんはとても怖がって
すぐに引き返していたよ。白ひげの滝の反対側の景色もとても綺麗。富良野のラベンダー畑。まだまだ暑さが続きますが、夏のお弁当作りも頑張ろう。ご視聴ありがとうございます。またね。